中世の地中海という舞台で繰り広げられた激しい覇権争い。今日お伝えするのは、あえてアラブ側の記録という視点から、その複雑な真実に迫る物語です。私たちが学校や書籍で学んできた十字軍やベネツィアの物語は、どうしても西欧側の視点に偏りがちです。しかし、同じ時代にイスラム世界の学者や官僚たちが残した膨大な文献が、今も静かにその存在を主張しています。そこには、西欧の資料だけでは見えてこない、全く異なる視点と豊かなディテールが息づいているのです。今回は、そうした一次資料を丁寧に紐解きながら、地中海という巨大な交差点で起きた政治、経済、そして文化の複雑な絡み合いを、時系列を追って物語のように解き明かしていきましょう。まずは、当時の地中海がどのような地政学的舞台だったのか、その全体像を整理してみましょう。7世紀以降、イスラム勢力は地中海の東岸と南岸を次々と支配下に置き、古代オリエントやギリシャ、ローマの伝統を継承しているという強い自意識を育んでいきました。その結果、ビザンツ帝国や西欧諸国との間で、激しい対立と共存が何度も繰り返されることになります。同時に、この海域は海上貿易や文化交流の場としても、非常に高度な機能を発達させていきました。この覇権争いの主要なプレイヤーは、大きく3つの層に分かれていました。一つは、ファーティマ朝、セルジューク朝、マムルーク朝、そして後のオスマン帝国といったイスラム側の勢力。二つ目は、ベネツィア共和国やジェノバ共和国、十字軍国家、ナポリ王国、アラゴン王国といった西欧側の勢力。そして三つ目が、その間に立つビザンツ帝国です。これらの勢力が織りなす複雑な関係性こそが、中世地中海の本質を形作っていくことになります。では、アラブ側の人々が十字軍をどのように見ていたのか、その視点を具体的な資料からご紹介しましょう。イブン、アル、アシールの監視、ヤウスマ、イブン、ムンキズの回想録といった資料を見てみると、十字軍はフランク人と呼ばれていました。彼らは単なる宗教的侵略者というよりも、一時にやってきた外来の軍事勢力として描写されています。当時のイスラム世界は、内部でセルジューク朝が衰退し、ファーティマ朝では内紛が起きるという、非常に不安定な分裂期にありました。そのため、十字軍はその混乱に乗じてやってきた外圧として認識されていたのです。しかし、皮肉なことに、この外部からの脅威があったからこそ、内部の結束が高まるきっかけとなりました。それが、後のサラディンやアイユーブ朝の台頭へとつながっていくことになります。ここで、レバノン出身の歴史家アミン・マールーフが提唱した十字軍の新しい解釈に注目してみましょう。彼は、十字軍を単なる宗教戦争としてではなく、地中海世界の秩序が再編される一つの形態だったと考えています。サラディン、あるいはサラーフッティーンの対応を、外圧を受けたことで内部的な統合が進んだプロセスとして評価しているのです。この視点に立つと、軍事的な衝突だけでなく、交易路が拡大したり、文化交流が促進されたりしたという側面が見えてきます。実際、サラディンに関する一次資料を詳しく見ていくことで、その複雑な実像が浮かび上がってきます。イブン、アル、アシールは、1187年のヒッティーンの戦いでの勝利を、神の恩寵であると表現しています。また、捕虜となったテンプル騎士団員の処遇についても、イスラムの慈悲として正当化しています。具体的には、約200名の騎士が処刑されたことについて、フランクの脅威を永久に断つために必要な措置だったと述べています。その一方で、エルサレムを奪還した後にキリスト教徒の市民に身代金を課して保護した行為は、イスラムの寛容さとして称賛しています。さらに、バハー・アッティーンの伝記には、サラディンがエルサレム奪還後に自らモスクの清掃を行ったというエピソードが詳しく記されており、これは聖地を浄化するという象徴的な行為として強調されています。また、ジハードという概念の変化も見逃せません。初期のジハードは異教徒との戦いが中心でしたが、
後期になるとイスラム世界の統一と内部秩序の確立へと目が転換していきました。サラディンがシーア派のファーティマ・アサの腐敗を排除し、スンナ派の復権を図ったという政治的な意図がここから浮き彫りになります。このジハード概念の変遷についてはイブン・ジュバイルの旅行記にも興味深い記述があります。彼は十字軍国家の統治下にあるアッコやティルスを訪れ、統治は厳格だがイスラム法の下での生活は可能であると観察し、ジハードの緊急性が低下したと分析しました。その一方でサラディンが再びフランクの脅威を強調し、ジハードを全イスラム世界の義務として再定義した背景には、ザンギー・アサとの対立といった内部分裂を乗り越えたいという狙いがあったと述べています。さらにイブン・ハルドゥーンはジハードを集団の連帯意識を高める手段として位置づけました。サラディンがクルド人、アラブ人、そしてトルコ人をジハードの旗印の下に統合できたことが成功の要因だったと評価しているのです。次に経済的な対立、特にベネツィアとジェノバとの関係について触れてみましょう。あるマクリーズィのエジプト志では、マムルーク・アサがベネツィアに与えたカピチュレーション、つまり治外法権のことをフランクによる経済侵略であると激しく批判しています。またジェノバ商人がアレクサンドリアでイスラム商人を排除した事件をジハードの対象として位置づけています。具体的には13世紀末にベネツィアがマムルーク・アサに支払った通行税が年間5万ディナールに達したことを挙げ、イスラム世界の富がフランクに流出していると警告しました。またオスマン帝国への移行期になると、オスマンがレバント貿易を掌握した背景にはマムルーク・アサの腐敗とフランクへの依存があったと分析しています。オスマンがベネツィアに最恵国待遇を与えたこともイスラム世界の経済自立を妨げるものとして非難しています。イブン・タイミーヤの政治論においても、フランク商人との取引はジハード精神に反するものとして断罪されています。特にフランクの介入によって奴隷の価格が高騰し、イスラム商人には手の届かない水準になったことが記録されています。彼は取引を必要悪として認めつつも、イスラム商人の保護とジハード精神の保持を統治者に強く要求しました。このように経済活動と宗教的理念が激しく交錯する様子がアラブ側の資料には独自の視点として刻まれています。内部的な動機と対応策についてさらに深掘りすると、サラディンがジハードを掲げてアイユーブ朝を樹立した背景には、ファーティマ・アサのシーア派支配と地方豪族の分裂があったことがわかります。サラディンは約1万2000人のシーア派官僚を追放し、スンナ派の復権を推し進めました。また、マムルーク・アサは、ジハードを対フランク防衛と貿易秩序維持という2本柱で展開しました。1303年にフランク商人に課した特別税は、商品価値の 10% に及び、それがジハードの基金として徴収されたと記録されています。そしてオスマン帝国への移行期には、ジハードの意味が地中海の覇権争いからヨーロッパ全体への拡大へと再定義されました。1511年にマムルーク兵士約2万人が処刑されたことは、ジハードの障害を排除するための行為であったと述べられています。ここで、これまで触れた具体的なエピソードを時系列で振り返ってみましょう。まずは、1187年のサラディンによるエルサレム奪還です。イブン・アル・アシールは、サラディンがエルサレムに入城した後、キリスト教徒の市民に身代金を支払えば解放すると宣言し、約1万5,000人が身代金を払い、約7,000人が奴隷として売却されたと記しています。さらに、岩のドームから黄金の十字架を撤去し、モスクを清掃した行為は、イスラムの勝利を象徴する儀式として描かれています。次に、1290年のベネツィアとマムルーク・アサの貿易協定です。あるマクリーズィは、ベネツィアが年間3万ディナールの安全通行税を支払うことで、アレクサンドリア港での独占的な貿易権を得たことを、フランクの経済侵略であると批判しました。しかし同時に、それがジハードの資金源として黙認されていたという矛盾も指摘しています。さらに、
1310年の遺文、タイミーヤによるフランク商人批判です。アレクサンドリアでフランク商人がイスラム商人よりも低い関税で取引している現状をシャリーア違反であると糾弾し、奴隷や香辛料の価格操作を告発しました。これらのエピソードからわかるのは、単なる軍事的な衝突だけでなく、貿易と宗教が複雑に絡み合っていたということです。十字軍がもたらした航路の整備に対し、イスラム側の港湾都市は柔軟に対応し、商人階級が新たなルートを維持し、再編していきました。例えば、イブン・アル・アシールは、フランク支配下のアッコやティルスで香辛料がイスラム商人に不利な条件で取引されていたことを記録していますが、サラディンがそれらの貿易ルートを再編した後、価格が公正になったことを称賛しています。また、文化交流の側面も忘れてはいけません。十字軍国家では、アラビア語の医学書や科学書がラテン語に翻訳され、ヨーロッパの学問に多大な影響を与えました。さらに、ムスリムの建築技術が十字軍の城塞に取り入れられ、イタリアの宮廷にはイスラムの学者が招かれました。フリードリヒ2世がイスラム文化に深い関心を持ち、アラビア語を習得したことは、ナポリ王国における多文化融合の象徴と言えるでしょう。オスマン帝国の台頭と、それに対するベネツィアの対応も重要です。オスマン側の資料によれば、1479年の条約で、ベネツィアは毎年貢ぎ納金を支払うことで通商特権を得ました。ベネツィアはオスマンとの関係を維持しながら、同時にハプスブルク家との同盟も模索し、貿易利益を最大化しようとしました。このように、イスラム側は単に敵対するだけでなく、経済的なパートナーとして西欧勢力を受け入れる柔軟さを持っていました。しかし、現代の歴史教育では、こうした多面的な視点が十分に取り上げられていないことが指摘されています。西欧中心の資料が圧倒的に多く、アラブ側の一次資料は翻訳やデジタル化が進んでいないため、教材ではイスラム側が単なる侵略者として固定化されがちです。例えば、マムルークやオスマンの税務文書や商人たちの訴訟記録など、まだ日本語に翻訳されていない資料が数多く存在します。この言語の壁こそが、歴史の偏りを生む根本的な原因なのです。だからこそ、私たちができることは、アラブ側の資料を積極的に収集し、翻訳し、デジタル化する努力をすることです。原点に触れることで、イスラム世界が自分たちを古代オリエントと地中海文明の継承者であると認識し、ギリシャ語やラテン語の法律用語を借りながら、共通の法基盤を築いていたという事実が見えてきます。これにより、古代から中世への転換が、単にローマ帝国が崩壊したことだけで説明できるものではなく、もっと多層的なプロセスであったことが理解できるはずです。ここで、地中海が単なる境界線ではなく、情報の回廊として定義されていたという視点を加えましょう。イドリー・スイがロジャー2世のために作成した世界地図では、地中海の島々や港湾都市が極めて精密に描写されており、そこにはイスラム側の航海術がヨーロッパのそれをはるかに凌駕していた自負が読み取れます。特に、天体観測に基づく緯度測定や、アストロラーベの改良といった科学的アプローチが、地中海の覇権争いにおける実質的な武器となっていた点は見逃せません。具体的なエピソードとして、北アフリカの海賊国家とマムルーク朝の密約について触れてみましょう。当時のアラブ側の記録には、公式には十字軍と敵対しながらも、裏ではシチリアやサルディニアの港を通じて、金製品である武器や戦略物資を取引していた小規模な海事勢力の存在が記されています。ある商人の日記によれば、ベネツィアの船がアレクサンドリアに寄港した際、表向きは香辛料の取引を言っていたが、実際にはオスマン帝国へとつながるルートを確保するための諜報活動に従事していたことが詳細に記述されています。これは、宗教的なジハードの論理とは別に、生存取り益という世俗的な論理が地中海全域で機能していたことを証明しています。波の音が遠くで鳴り、塩気を含んだ風が帆を揺らす中、密かな取引が静かに進んでいた様子が目に浮かびます。社会構造の視点から見ると、
公安都市におけるムアッツァンと翻訳官の役割が極めて重要でした。当時の裁判記録には、フランク人とムスリム商人の間で発生した債務不履行に関する訴訟が多く残っています。興味深いのは、これらの紛争がシャリーやイスラム法と地中海共通の召喚州法であるコンスラート領事裁判権の原型の折衷案で解決されていたことです。アラブ側の法学者は異教徒との取引を認めない厳格な解釈を維持しつつも、ダル、アル、スルフ、停戦協定の地という概念を導入することで、経済的実利を法的に正当化しました。この柔軟な法解釈こそが、イスラム世界が地中海の商業ネットワークから脱落せずに済んだ最大の要因と言えるでしょう。法廷での議論は熱を帯び、紙の匂いとインクの香りが混ざり合う中で、妥協点が見出されていきました。さらに、軍事的な側面における海軍力の最低についても掘り下げてみましょう。初期のイスラム海軍は、主に陸軍の補助的な役割を担っていましたが、12世紀後半になると、海上の制海権が直接に内陸の統治権に影響を与えることを認識し始めます。サラディンの後継者たちは、キプロス島やロードス島の戦略的価値を再評価し、海軍の専門職を登用しました。当時の軍事記録には、ギリシャ火薬の改良版を搭載したガレー船の設計図や、海戦における陣形論が記されており、そこにはビザンツ帝国の技術を吸収し、さらに発展させようとする貪欲な知的好奇心が現れています。船底がきしむ音、帆が風を受けて膨らむ瞬間、指揮官の眼差しは遠い水平線へと向けられていました。ここで、当時の知識人たちが抱いていた他者への視点について考察しましょう。イブン・ハルドゥーンの歴史哲学において、文明の攻防はアサビーや集団連帯感によって説明されます。彼は十字軍国家が短期間で崩壊した理由を、彼らの連帯感が宗教的な熱狂に依存しており、地中海の多様な環境に適応する柔軟性を欠いていたためだと分析しています。対照的に、イスラム側は多様な民族や文化を包摂する帝国的構造を持っていたため、一時的な軍事敗北を喫しても、文化的な浸透を通じて相手を飲み込むことができたと論じています。この視点は、現代の地政学的な対立を考える上でも極めて示唆に富んでいます。砂漠の夜空に輝く星を見上げながら、学者たちは互いの違いを乗り越える知恵を求めていたのです。また、食文化や生活様式の伝播という、より美史的な視点からも覇権争いの痕跡を見出すことができます。アラブ側の料理書や農書には、シチリアから導入された新しい灌漑技術や、スペインからもたらされた果樹の栽培法が詳細に記されています。地中海を舞台にした争いは、血塗られた戦いであると同時に、種子とレシピの交換会でもあったのです。例えば、サトウキビの栽培技術がイスラム世界から地中海北岸へと伝播した過程は、貿易ルートの支配権が移り変わるたびに、その技術的なノウハウが戦利品として移動した結果です。市場の屋台から漂う甘い香り、熟した果実の艶やかな色彩が、人々の生活に彩りを加えていました。さらに、オスマン帝国時代におけるカプクル制度と地中海戦略の関連性についても触れる必要があります。オスマンはバルカン半島や北アフリカのキリスト教徒を徴用し、エリート軍団として育成しました。この制度により、彼らは敵対するヨーロッパ諸国の内部事情や言語、心理的な弱点を熟知した指揮官を要することになりました。オスマンの外交文書には、ベネツィアの内部対立を巧みに利用し、特定の家系に特権を与えることで、共和国の結束を内部から切り崩そうとする高度な心理戦の記録が残っています。これは単なる武力による制圧ではなく、情報の非対称性を利用した知的な覇権争いでした。影の中でささやかれる同盟の言葉、密かな死者の足音が、歴史の流れを少しずつ変えていきました。このように、アラブ側の記録を詳細に分析すると、中世地中海は
衝突の文明である以上に交渉の文明であったことがわかります。宗教的な対立はしばしば政治的な正当化の道具として利用されましたが、その水面下では実利を追求する商人、知識を求める学者、そして権力を維持しようとする統治者たちが国境や信仰を超えた複雑なネットワークを構築していました。潮の満ち引きのように利害が交錯しながらもどこかで調和の点を見出そうとする姿がそこにありました。私たちが今これらの一次資料に再び光を当てるべき理由は単に過去の事実を修正するためではありません。それは対立する2つの陣営がいかにして共通の言語、貿易、法、科学を見出し共存の道を模索したかという対話の作法を学ぶためです。現代の分断された世界において中世の地中海で見られたような矛盾を抱えながらも機能していたプラグマティックな共生のモデルは私たちに重要なヒントを与えてくれるはずです。波打ち際で交わされる笑顔、手渡される一文字のメッセージが時代を超えて響いているように思われます。最後に今後の研究課題としてまだ十分に分析されていない女性の役割についても言及しておきたいと思います。アラブ側の私的な書簡や詩集には地中海を越えて婚姻関係を結んだ貴族女性たちが外交の調停役として機能していた例が散見されます。公的な歴史書には記されない家庭内やサロンでのひそやかな外交がどれほど大きな政治決定に影響を与えていたのか、この視点を加えることで中世地中海の覇権争いの構図はより立体的で人間味のある物語へと進化することでしょう。絹のような柔らかな言葉が硬い石壁の間を通り抜けていく様子を想像してみてください。以上の考察を通じて私たちは中世地中海という鏡に現代の私たち自身の姿を映し出すことができます。排除と対立ではなく差異を認め合いながら利益を分かち合う、そんなダイナミズムこそが歴史を動かす真の原動力であったことをアラブ側の記録は静かに物語っています。この視点をさらに深めるためにまず第7世紀末から第8世紀初頭にかけて成立したあるカフル・コンソリデーション条項の詳細な検証に着手する必要があります。この条項はイスラム支配下の港湾都市においてキリスト教徒商人が保有する船舶の所有権を部分的に認めつつ税率を段階的に減免するという内容で当時の財政文書に明確に記されています。特筆すべきは同条項が単なる経済的譲歩に止まらず宗教寛容政策の試験場として機能した点です。例えばシチリア北部のタラントゥム港における税務官の報告書には同条項的用語にローマ教会の司祭団が自発的に慈善基金を設立し貧困層への食料配給を行った旨が記されており、これが地域社会の安定化に寄与したと評価されています。税関の窓口で交わされる言葉は時に厳しく時に温かく人々の生活を支えていました。次に海軍技術の電波過程に焦点を当てます。12世紀後半のビザンツ艦隊は3枚砲の大型ギャレー船を採用し航続距離と積載量を飛躍的に向上させましたが、イスラム側はこれを模倣するだけでなく船体構造に軽量木材を組み合わせ砲面積を拡大することで風向きに左右されやすい地中海特有の変則的な風形に対応できる船舶を開発しました。この技術革新はエジプトのハラッパ港に残された造船工房の遺構とそこに刻まれたあるマウラ名の木材選別表から裏付けられます。また同工房の職人日誌にはスペイン南部から輸入された銅製の錨が従来の鉄製錨に比して耐腐食性が高く長期遠征における停泊効率を改善したと記述されており、金属交易網が技術進歩に直結した例として注目に値します。波しぶきが甲板に当たり金属の冷たい感触が手に伝わる瞬間、船乗りの鼓動は早まりました。さらに知識交流の具体例としてカルタゴの学者アブドゥル・ラフマンが執筆した
海流と星座の相関図が挙げられます。この作品はアラビア数字とヒンドゥー天文学の概念を融合させ、十字軍の巡礼者が利用した星座観測法を再構築したものです。写本は現在バルセロナ大学の古文書館に所蔵されており、写本の余白にはベネツィアの航海士が付記した航路修正案が見られることから、双方の航海術が相互に影響し合っていたことが明らかになります。こうした学術対話は単なる技術移転にとどまらず、宇宙観や時間感覚の共有へと波及し、地中海全域に新たな文化共鳴を生み出しました。星の黄河紙の上に映し出され、古い知恵と新しい洞察が手を取り合う様子が思い浮かびます。また、宗教多様性の管理手法として注目すべきは、モロッコ王国が採用した共同礼拝空間、マスジド、ユニティ、制度です。この制度は、イスラム教徒とキリスト教徒、ユダヤ教徒が同一建築内でそれぞれの祈りを行えるよう、内部構造を可変式に設計したもので、当時の建築図面にその詳細が示されています。特に、の壁板と音響調整装置が組み込まれ、礼拝時間帯ごとに空間を区切る仕組みは、現代の多文化共存モデルの先駆けと評価されています。実際、ジャジラ地方の記録によれば、この共同礼拝空間が導入された翌年には、宗教紛争による死者数が前年に比べ2割減少し、税収の増加と治安の安定が同時に達成されたとされています。祈りの声が重なり合う中で、異なる信仰が一つの空間で共鳴する瞬間、平和の息吹が感じられました。女性の外交役割については、さらに掘り下げる余地があります。特に、エジプトのファーティマ朝期に活躍した皇后サラ、ハディージャは、シチリア王国との和平交渉において、シカと香料の贈呈を通じて感情的な橋渡しを行いました。彼女が作成したとされる甘露の賛歌は、当時のアラビア語詩集に収められ、韻律と香料の名称が暗号化された形では平常権を示す手段として機能しました。この暗号詞は、シチリア側の宮廷学士が解読し、正式な条約文書に反映させたことが、両国の外交文書に残る証拠として確認されています。さらに、アラブ世界の貴族女性が主催した夜のサロンでは、医学書や天文学書が交換され、女性医師や占星術師が男性中心の学問領域に参入する契機となりました。これらのサロンは、交渉文化と書記文化が交錯する独自の情報ネットワークを形成し、政治決断に影響を与える非公式な意見形成の場として機能したと考えられます。灯の揺らめきの中で、ささやかれる知恵が未来へとつながっていく様子が胸に迫ります。経済的な側面では、砂漠と海岸線を結ぶキャラバン路の再編成が、地中海貿易の重心を東方へシフトさせた事実が重要です。特に、サハラ西部の多人、オアシスを起点とした塩と金の輸送網は、マグリブ諸港と直接連絡を持ち、北アフリカの市場における価格統制を可能にしました。この輸送網は、アラブ側の税務官が、砂漠税と呼称した特別課税制度に基づき、貨幣流通と信用創造を促進しました。結果として、地中海沿岸の都市国家は、砂漠からの資源供給が安定することで、農産業の拡大と都市人口の急増が同時進行する中、地中海の要衝であるアレクサンドリアは、新たな都市計画を迫られました。砂漠から運ばれる塩の大量貯蔵を支えるために、港湾地区には広大な倉庫群が次々と建設されました。これらの倉庫は単なる物資保管所ではなく、海上交易のハブとしての機能を持ち、地中海全体の物流網に深く組み込まれていきました。そして、その管理の現場で生まれたのが、倉庫帳簿規範と呼ばれる文書管理制度です。これは、入出荷の記録方法や検査手順、責任者の署名位置まで細かく定めたもので、後のオスマン帝国における公文書の基盤となるほど精緻なものでした。当時の官僚たちが羊皮紙に丁寧に墨を走らせながら、無意識のうちに未来の行政システムの原型を築いていたのです。
気候変動と疫病という2つの影がこの時代の社会を揺るがしたことも見逃せません。13世紀前半、北大西洋から吹き込んだ異常な低温潮流が地中海の生態系を混乱させ、魚の数は激減し、沿岸地域では食糧危機が深刻化しました。海からの恵みが途絶えた人々は、大地に生きる知恵を求めざるを得ませんでした。その時、アラブ側が導入したのが、乾燥に強く、短命ながらも確実に実を結ぶ小麦品種、サラームでした。この穀物は、伝統的な灌漑技術と組み合わされ、荒れ果てた畑に再び緑を戻しました。収穫の喜びが村に広がる一方で、新たな脅威が地平線から近づいていました。黒死病の波がヨーロッパを襲うさなか、ある一冊の医学書が静かに力を発揮します。イスラム世界で編纂された、タビブ、カーミルには、感染者の隔離措置や特定のハーブを使った治療法が詳細に記されていました。驚くべきことに、この知識はベネチアの公衆衛生当局に伝えられ、実際に防疫策として採用された記録が残っています。科学的根拠に基づく対応が感染の拡大を食い止め、多くの命を救ったのです。農業と医学、2つの技術が自然災害と疫病という複合危機の中で社会の体制を支える柱となりました。情報の流れを支配することが新たな力の源泉となっていたこともこの時代の特徴です。12世紀末、シチリア王国の行政官がアラビア語で作成した税務指令書がアラブ側の官僚によってラテン語に翻訳される。逆にヨーロッパの海上法律典がアラビア語に丁寧に転写される。こうした双方向の翻訳活動は偶然の産物ではありませんでした。むしろ言語の壁を越えて制度的な相互依存が形成されていた証です。研究者たちがアラビア語り手項とラテン語写本を比較した結果、多数の共通文献リストが存在することが明らかになりました。これらは単なる知識の交換にとどまらず、法概念や商取引の慣習を徐々に標準化していく役割を果たしました。地中海全域で通用する取引のルールが、文字を通じて少しずつ形作られていく。それは、武力による征服とは異なる、静かで確かな支配の始まりでもあったのです。こうして浮かび上がる中世地中海の姿は、単純な対立構造では語り尽くせないほど多層的です。技術、宗教、経済、ジェンダー、環境、情報、6つの軸が絡み合い、権力の行方を決めていました。特に北アフリカの沿岸都市で繰り広げられた偽装外交の記録は、その複雑さを象徴しています。敵対するキリスト教諸国に対して、アンダルスの外交官たちは意図的に誤った軍事配置図を流布しました。それらの文書は、内部告発者が漏らした機密書類のように巧みに偽装され、使われた書体や印象まで本物そっくりに再現されていました。相手方はその情報に踊らされ、主力艦隊を本来の目的地とは異なる港へと誘導されてしまいました。決定的な開戦を避けつつ、外交交渉で有利な情報を引き出す。これこそが、情報戦の真髄でした。文字と嘘が、剣よりも鋭い武器となった瞬間です。しかし、海の覇権を握るために最も重要なのは、船の数でも兵器の強さでもありませんでした。それは、誰が、気象地を独占しているか、という一点に集約されていました。アラブの航海士たちが何世代にもわたって蓄積した知識は、風の書と呼ばれる秘密の航海日誌に記録されていました。そこには、春先に突如現れる局地的な突風の兆候や、秋の満月に伴う海流の変化といった、数学的な精度と詩的な比喩が融合した記述が並んでいます。この知識は、特定の航海ギルド内での見口伝えにされ、外部への漏洩は死刑に相当する重罪とされていました。ところが、歴史は時に予想外の道を進みます。一部の航海士がベネツィアやジェノバの商人にこの知識を密かに売り渡した痕跡があり、それがヨーロッパ側の航海術を飛躍的に進化させる契機となったのです。アラブ側当局はこれを重大な安全保障上の危機と受け止め、
航海士たちに対する監視体制を強化、知識の独占とその崩壊が文明の均衡を少しずつずらしていったのでした。さらに都市国家同士の競争を加速させたのが紙という希少資源の普及でした。かつては高価な羊皮紙に頼っていた行政機構でしたが、サマルカンドから伝わり、北アフリカで洗練された製紙技術の登場によって状況は一変します。安価で大量に生産可能な紙のおかげで、徴税台帳や通信文書の量は爆発的に増え、官僚組織は大きく肥大化しました。遠く離れた属州からの報告が迅速に中央に届くようになり、リアルタイムに近い意思決定が可能になったのです。特にカイロの行政センターには、膨大な数の紙文書が山積みになっていました。そこには、商人の信用履歴、港湾の入出港記録、さらには市場価格の推移までが網羅されており、現代でいうところの巨大データベースのような機能を果たしていました。物理的な軍事力以上に、この情報の集中が実質的な支配力を生み出したと言えるでしょう。そのような制度的な進展の陰で、辺境の島々や小さな沿岸集落では、全く別の文化が静かに芽生えていました。公式の場では使われることのない、アラブ語とラテン語、そして現地の土着言語が混ざり合った独特のピジン言語です。市場でのやり取りや、船乗り同士の会話に使われるこの言語は、対立する勢力の間でも共通の理解を可能にしました。ある商人の日記には、戦火が燃え盛る最中であっても、敵対する陣営の船員たちがこの共通語を使って食料や医薬品を交換していた様子が克明に記されています。国家レベルの対立とは無縁の、生存本能に基づく草の根のネットワーク。それは、上層部の策略とは別に、人々が互いに依存しながら生き延びようとする知恵の結晶でした。また、権力争いのもう一つの舞台として、正当性をめぐる象徴的な戦いがありました。アラブ側の統治者たちは、自分たちが単なる征服者ではなく、古代ギリシャやローマに連なる文明の正当な継承者であることを示そうとしました。そのため、アリストテレスやプラトンの著作をアラビア語に翻訳し、それらを元にした統治理論を展開したのです。哲学という地の衣をまとうことで、彼らは単なる武力行使以上の権威を主張しようとしました。この動きは、キリスト教圏に対しても強い心理的影響を与えました。ルネサンスの前夜、ヨーロッパの学者たちは、失われていたはずの古典がアラブ世界で保存され、発展していた事実に衝撃を受けます。学問への飢餓感が高まる中で、誰が真の知の守護者なのかという問いが新たな文化競争を生み出したのです。剣と盾だけでなく、書物と思想もまた覇権争いの武器だったのです。こうして振り返ると、中世地中海における覇権の推移は、ある一国の勝利という単純な物語ではありません。互いに影響し合い、模倣し合い、時には裏切りながらも、地域全体の文明水準が少しずつ高められていくプロセスでした。アラブ側の記録が教えてくれるのは、対立こそが最大の刺激となり、それが技術革新と制度設計を加速させたという逆説的な真実です。海を挟んで向き合った2つの世界は、激しい争いを通じて、気づけば一つの巨大な経済圏と文化圏へと統合されていたのです。そのダイナミズム、摩擦から生まれる創造性、敵対から生まれる協調性こそが中世地中海史の真髄であり、現代においてもなお響き続ける教訓なのでしょう。